はい、皆さん、こんにちは。鳥居のチャンネルでございます。はい、本日はですね、宇宙刑事ギャバンの地上用特殊戦車ギャビオンの方をね、回してます。これね、キットは昭和時代に発売されたベストメカコレクションのナンバー50です。ベストメカコレクションといえばね、ガンプラ、ガンダムですね。あのあたりがね、引っかかってくるんですけどね。あとはね、スーパーロボットのね、マジンガー Z とかね、ゴディアとかね、はい、ゴライオンとかいろいろ出てたと思うんですけど、その中の50番ですね。はい。これになります。はい、先日流しましたね、ギャバンの動画の方がですね、結構皆さんに見ていただきね、本当感謝なんですけれどね、はい、引き続き、ギャバンの方の、はい、アイテムで、ギャバンの、はい、模型としてはもう当時はね、これしか出なかったんですね。あとはね、ガシャポンでちょっと出たりとか、あとトイはね、当然ほぼ出てたいう感じなんですけどね。はい。パッケージはね、もうすごく凝った絵になってましてね。はい。このキットにギャバンはついてませんって書いてますけど、右下にね、ギャバンがね、書かれてましてね。はい。そしてね、このようにね、はい。かっちょいいパッケージになっております。でね、このデザイン自体ね、多分本年亡くなられた村上さん、バンダイさんのね、社員さんでもあった方でね、戦隊ものとかね、あと多分ビスマルクとかのデザインもされたんじゃないかな。トイとかのね、デザイナーされて、ね、専務まで行かれた方なんですけどね、村上さんという方がどうも手がけたっぽいっていう話を見かけたことはあります。もしね、間違ってたり、フォローされたい方おられたらね、ぜひ、書き込んでくださってね、構いませんのでね、ぜひっていう感じでね、もうパッケージも万歳マークになっててね、古いキットになります。このキットはね、マンだらけで1000円ぐらいでね、15年ぐらい前かな、見つけて買ったものになります。梅田のね、マンだらけで転がってて、はい、当時はね、まだ1000円ぐらいになったんで、はい、値上がりしててもまだ安かったと思うんですけどね、今考えると。はい、で、デッキがめちゃくちゃいいやつなんでね、はい、購入しときました。こんな感じでね、出来上がり。で、はい、塗り分けがね、結構マスキングをいろいろしなきゃいけないキットだったんですけどね、はい、このようにね、上下タンクと飛行部分が分離して、飛行部分にはね、こういう足をつけるようになっております。はい。で、トイの方持ってはなかったんですけどね、調べてると、このトイはね、この脚部がね、やっぱりトイなんですよね。折りたたみちゃんとできるようになってるみたいでね。私そこまで再現はしなかったんですけどね。はい。組み立て設計図の通りに作ってみたらこんな感じなんですけど、モールドがすごい出来がいいキットですね。これね、本当にね。はい。リアベゴなんかね、作った人たちと同じような人たちがやったのかな。はい。で、後ろのね、後部ハッチが開いて、はい。付属はしてないね、はい。ドリルマシン作っときました。はい。このようにね、ドリルマシン作ってね、寿のこのドリルのところとね、あと胴体はね、プラパイプとね、プラの角材、あとその他寿のパーツやいらなくなった、はい、プラパンの切れ端使ってこんなの作ってみました。はい。ざっくりなんちゃってで作っております。設定もそんなないんでね。はい。で、ちょっと画角、はい、ピントがいまいち合わないんで、合わそう思ってね、位置今探してるんですけどね。はい、合ってくれますか？合いましたね。はい。こんな感じでね、もう適当にいろんなもん貼り付けて、で、エッチングパーツもね、適当なの転がってたんで貼り付けて、なんちゃってでごまかして作った、はい。搭載メカ、キットにはついてなかったんでね、ただもう後部が開くいうことを気づいてね、これはちょっと作ってみたいな思ったんでね、はい、ちょっと画像とかネットで探してみてね、こんな感じかないうので大体な感じで作っております。はい。設定こだわり方にしたらね、まだここ違うぞっていうところあると思うんですけど、お許しください。はい。それではキットの中身の方なんですけどね、作る前、パッケージ開けてね、ちょっと10年ちょいばっかり寝かしたんですけど、はい、このようななってね、はい、この当時のね、ベストメーカーコレクション1枚の設計図になっております。はい、で、キットランナーもね、当時は300円ですからね、はい、ガンプラと同じ、はい、ベストメーカーコレクションなんでね、ゴッドマーズなんかもありましたよね。ゴッドマーズ敵メカをね、あんなに出してる言うてね、今考えたらね、結構土地狂ってることやってますよね、バンダイさんね。はい、一応ゴッド
トマーズは全部持っておりますんでね、またどこかで作ろうかな思うんですけどね。ゴッドマーズね、ゾンデが一番高かったですね。今頃になって入手したんですけどね、みんなザクの背中のね、バックパックにしたいからなんでしょうけどね、ゾンデって何って視聴者で思う方おられると思うんですけど、プラモ教師郎でね、ザクの背中のね、ブースターで使われたっていう、漫画の中であって、はい。それをね、再現したいいう方がきっと多いんでしょうね。だいたい今、7000円前後ぐらいでね、今変動してますね。私、それより安い時にオークションでお手付き品ゲッチュしたんですけどね。はい。またそれもね、いつかどっかで作っていきたいな思ってます。はい。はい。で、きっとね、はい、見てください。このモールドすごいでしょ、ほんとね。はい。もう本年作ったね、宇宙からのメッセージのリアベゴもすごかったんですけど、これもね、すごいですね。昭和のキットとは思えないディテールしてます。はい。なんかたまにね、やっぱりバンダイさんこういうの出してるんですよね。今井の元社員さんかな、もしかするとね、そのあたりが絡んでるのかな。はい。って思わすようなね、すごいディテールのこんなのね、出てます。はい。ギャバンはですね、はい。ギャバンはですね、当時はですね、中学1年生ぐらいだったかな。はい。特撮もね、なんやかんや言って結局中学生になっても見てました。はい。で、その時にね、これ、たまに番組で見たかな。よく見たのはね、竜になる円盤のやつ、ドルギランでしたっけ。はい。で、なんかドルとかいう竜になるんでしたっけね。あれがね、かっちょいいかな思って見ててね。で、当時、バンダイさんのね、リーフとか見てますとね、一応、ベストメカかなんかのシリーズでね、プラモ商品化のラインナップは上がってたんですけど、残念ながら発売されなかったですね。はい。今は売られてもね、きっとプレ版で SMP でめちゃくちゃ高く出るやろうからいらないんですけど、はい。はい。もういいやって感じなんですけどね。今のバンダイさんの価格見てたり、食玩なのに1万円というのがね、もうさすがに手が出せないです。はい。もう、おっさんホイホイなメカは作ってくれるのはありがたくって嬉しいと思うんですけど、さすがに、はい。バンダイさん、消費者の懐も考えてください。はい。もう無理です。はい。買える方はおられるんでしょうけど、はい。はい。ってね、言いながら、組み合わせてね、作っておりますけどね、こんな感じでね、モナカキットですんでね、いわゆる、はい。ペタペタ貼り付けて作っております。はい。でね、ベストメカのね、さっきのギャバンシリーズの話になるんですけど、ギャバンそのものも実はベストメカで出ようとしてた、その時のなんかリーフ見てたらね、あったと思うんですよね。で、サイバリアも出そうとしてたのかな、どうかな。はい。あのあたり出てたらね、当時は買えなくてもね、2、30代ぐらいか、今でもね、買いたいかな思ってたかもしれないです。はい。それでですね、はい。その次の番組のシャリバンはなぜか出たんですよね。300円でキットがね。あれ買わなかったんですけど、何回かオークションで落とそうかな、どうしようかな思ったんですけど、はい。買わずじまいで。で、ソフビ魂のね、いい感じのシャリバンも出たんですけどね、買わずじまいで、シャイダーもソフビ買わずじまいでね、ギャバンだけ買ったんですけど、はい。買えばよかったかなって今思ってますね。今、あの辺は3000円ぐらいでね、一体、変動してましてね、相場。高く売ってるものは高く売ってるんですけどね。はい。1000円前後ぐらいでもボロボロでいいから、ジャンクで転がってたら買うかもしれないですね。はい。はい。そう言いつつね、接着剤つけてね、こういう風に作っていってますけどね。はい。こんなキットでもね、よく当時、バンダイさん、商品化してくれたと思います。普通やったらギャバン出すか、はい。ドルギラン出すか、サイバリアンプラスギャバンで出すか、そういった方向の方がね、ものとしては売れるんじゃないかな思うんですけど、このメーカー出してくれたのはね、すごく今になって作ってみて、すごくいいもんやってくれたなっていうのが感想ですね。はい。でね、あと、このキットね、今作ってて、下の、キャタピラー付きのこの戦車の部分、タンクの部分ですけれど、
このタンクのね、先端についてるね、砲塔にもありますよね。これ絶対折れるんで、後で真鍮線と真鍮パイプでね、作り直しております。はい。どうしてもね、この辺りはね、折れちゃうんでね。はい。で、展示会とかで持ち歩くともう必ずペッキンパッキンしちゃうんで、はい。後で作り変えております。はい、ちょっとね、接着剤塗ってるとこが画角から外れててね、申し訳ないんですけどね、こういった作りがね、結構当時のね、いい感じで作っておられます。はい。でね、当然、昔のキットなんでね、色分けなんてランナーでされておられませんけどね、むしろ今のキットでもね、でもね、作る人のことを、集める人のことを考えて、トイから入った人のことを考えると、やっぱり多色成形が今のトレンドなんかな思うんですけど、私らみたいに色塗る人間やったらね、とにかく安くしてほしいいうところもあるし、こんな感じのプラモでね、多色成形じゃなくていいから出てくれるとありがたいっていうのはあります。はい。メーカー側としてはね、どっちの声拾うかいうと、やっぱりね、売れる方と、トータルでね、金額的にはける方を取るっていうのはね、企業の正解だとは思うんですけどね。はい。はい。わがまま言うとそんな感じですね。で、先ほども SMP 絡みの話もしましたけど、あんまり高くなりすぎるとね、もうそこまで手が出ないし、もうなんやったらプラ板で自分で作っちゃおうかなっていうふうに、はい、なっちゃうんで、はい。ね、でも、たくさんの人のことを考えると、マジョリティな方を考えて、企業の収益も考えると、やっぱりね、今はそういう方向なんでしょうね。ちょっと寂しい話なんですけど、はい。はい。あとはね、模型屋さんが結構泣いてるんでね、はい。各個人店の模型屋さんの話聞いてると同じようなことを、はい、おっしゃってるんで、ちょっと、はい、耳を傾けていただいたらいいのかなとは思うんですけどね。でもね、模型屋さんもね、書店と同じような、個人書店と同じような運命をなんか辿ってる気もしてて、メーカーさんだけじゃなくて我々購入者もね、どうしても安い方で買っちゃうんで、個人店さんになかなか足向けれなくなるっていうね。ただ、塩漬けされたキットが眠ってたりするし、はい、店主のね、お話聞いてるだけでも面白かったり、盛り上がったりするんで、行く時あるんですけどね。はい。はい。はい。購入者の方もね、たまには個人店で買ってあげなあかんかなとは思いつつ、でもね、世間の物価は上がる反面、我々の給料上がらないし、もうね、55歳あたり来て、定年退職も近づいてくると賃金なんてむしろ逆に下がってく方向なんでね、あんまりおっさんホイホイの嬉しいキット出されても手が出しづらくなってきてるっていうのは現実な方向でございます。はい。皆さんどうですか？私のね、チャンネル見てくれてる方、5、60代の方がかなりガサッといるんで、同じ気持ちの方は割とおられるかなとは思うし、反対する意見の方もおられるかとは思うんですけどね。多くは多分、結構みんな懐きつくなってきてるんじゃないかなとは思いますね。消費税 1% といってもね、食品絡みだけなんでね、プラキットは安くならないんで、残念というところはあるんですけどね。っていう、ちょっとね、キットとは関係ないお話してきてたら、大体ね、こんな感じでできましたいう感じです。こんな感じでね、出来上がりとなります。はい。それではですね、またちょっと細かいところをやろうとしますね。大体のところできてたんですけどね、横のね、こういったパーツね、抜けないとこですよね。後で貼り付けなあかんところですね。こういうところもね、ありましたね。はい。押さえ付けはね、スパチュラのお尻のところでね、ピッてつけてるんですけどね。はい。接着剤をね、ところどころつけて。はい、接着剤は、私みたいなモデラーさんにはマストでございます。はい、接着剤不使用はね、仮組みするときはいいんですけどね。はい。
当時キットとかね、まあ今あるキットでまあ飛行機最近作ってないですけどね、飛行機なんか作るときはね、そんなピンはいらないんで、はい、ピン作るとね、反対側がね、引けが出てね、エクボができたりね、しちゃったりするんでね、別にいらないやっていうのが正直なところです。はい、接着剤でいいです。はい、こんな感じでね、作っております。はい。あとはね、飛行形態にしたときにね、車輪とかも見えてますけどね。はい。まあ、タミヤの白接着剤だけじゃね、ちょっと不安なんでね、流し込みなんかもね、やってますね。はい。車輪つけてますね。はい。飛行機モデルには大概ある車輪ですね。車輪のモールドもね、当時のバンダイさん結構ね、頑張ってるかなっていう気はしますね。この辺やった方とかもうね、退職されてしまったんでしょうね。私らがもうそろそろね、退職に首突っ込んできてる世代になってるんで、はい。ね、もう親ぐらいの世代なんでしょうね。はい。次はね、塗装の方移っていきますけどね、もうちょっとね、赤色吹いて、あとマスキングしていったところになります。先にね、黒立ち上げで、あとホワイト系塗って、で、赤色になるところをね、吹いてからマスキングしました。まあ今ね、黒で塗りつぶしていってますんでね、はい、このマスキングしてる赤がね、後で浮き出すよっていう感じになってきます。エアブラシでね、こうやってね、塗っていきます。赤はね、結構発色するんでね、黒で塗りつぶすとね、隠れてくれるんでね、こんな感じにしております。結構ね、色配色もパッケージ見ながらとね、あと、ネットで調べてみてね、画像とか動画見ながらね、こんな感じかないうのでね、やっておりました。意外とね、キットとね、実際のもの見たら若干違っててね、なるほど、この辺はこうしようって、ちょっとこう変えたろかみたいなのはね、ありました。はい。はい、黒でね、どんどん塗っていってますね。で、黒地にシルバーをね、後で塗るんですけどね、シルバーはいつもの、ガイアのシルバー使ってますね。ガイアのメタリックはね、はい、クレオスよりも大好きな塗料になります。はい、結構ね、メタリック感がね、いい感じで出るのがね、はい、ありますんで。はい、今度はね、キャタピラの方ですね。キャタピラの方もね、まず黒立ち上げしといて、そこからね、ガンメタル吹いて、あと焼き鉄色吹いた感じですね。はい、もう片方のね、キャタピラの方も吹いておきます。キャタピラのモールドもね、素晴らしいですよね。バンダイさん、この当時はまだね、この当時のちょっと前ぐらいまでね、戦車とかもやられてたんでね、そのあたりにね、通じた方もおられたんでしょうね、きっとね。はい。でね、ちょっとね、上から吹き付けをオレンジだったかなしてますね。で、ここが今ね、ガンメタル吹いてるとこですね。ガンメタルは、はい、ガイアの使ってますね。はい、そして戦車の本体の方ですね。はい、こちら、はい、ガイアのシルバー塗ってますね。はい、このようにね、吹いててね、黒地の上にシルバー塗るとね、いい感じでね、発色してくれます。はい、エアブラシの口径はね、さっきの黒色塗ってた時よりも口径は上げております。はい。どうしてもね、細吹きの 0.2 ミリぐらいとかのね、エアブラシ使ってると、金属粒子詰まっちゃうんでね、はい、金属粒子のやつやるときはね、ちょっと口径大きめのやつね、使ってます。はい、飛行メカ部分も塗って、砲塔部分も塗ってあげました。はい、次はね、ウェザリングの方映ってますね。ウェザリングはいつものクレオスのね、水性のね、このペースト状のやつね、水でシャバにして全体塗って拭き取るっていう、もうお手軽のやつやります。はい、まずはね、このブラウン系のやつね。はい、これをね、筆で溶いて、ワシャワシャと全体に塗っていきます。で、まあ、ほぼ
乾いたかないうところでね、はい、水濡らした、はい、布でね、拭き取っていくとね、いいです。はい、こんな感じでね、全体をね、荒くでいいんで塗って乾かしてからね、拭き取っていってあげました。はい、次はですね、これを全体を塗り終えたらですね、黒でやっていきたいと思います。一回ね、この茶系でやってからね、黒でやった方がね、なんかしっくりくるんですね。まあそこ好みなんでね、一気に黒でやりたい人はね、黒でやっていいかと思うんですけどね。はい。で、まあ、このね、作業、同じような作業してね、はい、全体塗って拭き取るのをやります。で、あと、わからないかもしれないですけどね、あと、タミヤのね、ウェザリングするセット、タミヤウェザリングマスターのやつですね。これのオイルとかね、青焼けとかも使ってみてね、こすりつけるやつですね。あれやってみたんですけどね、あんまり効果今回はなかったですね。はい。まあ実際特撮現場であるみたいにね、鉛筆のね、粉とかをこう無理やりガッとつけた方がね、良かったかもしれないな思いながら、はい、やってました。はい。そしてね、この3期分離した姿ですね。はい。こちらをね、流させていただきたいかと思います。これが完成して、はい、分離させた時の状態になります。はい。ドリルメカは、なんちゃってで作ってるんで、もう設定棒の方はね、はい、もう書きたかったら書いてくださっていいんですけどね、デジタルタトゥーで残りますんでね、はい、あんまり人の文句は書かない方がいいかもしれませんよ。はい、はい。いや、それにしてもね、めちゃくちゃ出来のいいキットだったと思います。はい。もうね、本当ペイントのしがいもあったしね、はい、モールド見ててもね、はい、結構いいデザインだと思います。はい、とりあえずギャバンシリーズ、宇宙刑事シリーズはね、この辺ぐらいまでしか手持ちがもうないんでね、続きはもうないんですけどね、はい、とりあえず頑張って作ってみました。はい、今回もね、ご視聴のほど、ありがとうございました。はい。また、はい。次回作、また新たなものをやっていきたいと思うんで、よろしくお願いいたします。